さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。136回目の今回は、平成の怪物と称された選手の紹介になるよ。その選手とは、プロ野球では西武、ソフトバンク、中日、メジャーではレッドソックス、インディアンス、メッツに在籍していた、松坂大輔選手だよ。世代の代表にも選ばれている松坂選手、一体どんな選手だったのか、早速解説始めていくよ。松坂大輔、1980年9月13日生まれの42歳、東京都江東区出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、YouTuber を務め、現役時代の愛称は、平成の怪物だったよ。5歳から小学3年生までは剣道をしており、小学3年生で江東区の東洋フェニックスに入部し、野球を始めるよ。中学時代はリトルシニアに所属し、この時のチームメイトには、日ハムやオリックスに在籍していた小矢野がいたよ。高校は帝京高校に進学予定だったが、中学3年時に、全日本代表に選ばれたメンバーに小池、小山、常盤がおり、横浜高校への進学が決まっていた3人から、横浜高校に行こうと誘いを受け、悩んだ末に横浜高校への進学を決断。横浜高校時代は、サボりの松と言われるほどの練習嫌いであったが、2年生時の夏の神奈川大会準決勝の、横浜商工戦において、自身の暴投によるサヨナラ負けを喫し、以降奮起して猛練習。3年になった1998年の第70回選抜高等学校野球大会では優勝。第80回全国高等学校野球選手権大会では、準々決勝で PL 学園に、延長17回に及ぶ試合で、250球を投げ完投勝利。決勝の京都成章戦では、59年ぶり史上2人目となる、決勝戦でのノーヒットノーランを達成し、春夏連覇を達成したよ。1998年度ドラフト会議では、指名順位1位で日本ハム、横浜を含む3球団が競合の末、西武が交渉権を獲得。ドラフト直後の会見では、自分の意中の球団は横浜ベイスターズでした、と語っていたが、西武側の交渉で気持ちが変わっていき、最終的に西武へ入団。背番号は18になったよ。1年目の1999年4月7日の日本ハム戦にてプロ初先発。8回2失点で初勝利を挙げたよ。4月21日の千葉ロッテ戦では黒木と投げ合い、0対2で惜敗し、この試合後松坂は、リベンジしますと宣言。そして4月27日のロッテ戦で、再び黒木と投げ合い、1対0でプロ初完封を記録し、リベンジを果たしたよ。5月16日のオリックス戦では、イチローとの初対決が話題となり、3打席連続三振とほぼ完璧に抑え、試合後のヒーローインタビューで、プロでやれる自信から確信に変わりました、と語ったよ。7月24日に行われたオールスターでは、第1戦に先発して3回を投げ、高卒新人としては史上最多となる、5奪三振を記録。またこの試合の優秀選手賞を受賞し、オールスター新人賞も受賞。7月には月間 MVP を受賞したが、高卒新人選手が月間 MVP を受賞したのは、1986年9月に受賞した清原以来2人目で、18歳10ヶ月での受賞は、当時の最年少記録だったよ。この年は25試合の出場で16勝5敗を記録し、最多勝を獲得。高卒新人での獲得は、両リーグを通じて45年ぶりの記録だったよ。またゴールデングラブ賞と、高卒新人としては史上初となるベストナインを受賞し、高卒新人の投手としては、33年ぶりとなる新人王を受賞。また、2000年のシドニーオリンピック、アジア最終予選に参加し、9月15日のチャイニーズ台北戦に先発。古田とバッテリーを組み、1失点完投勝利を挙げて、オリンピック出場に貢献。2000年は、15年ぶり20代での開幕投手を務め、小野との最多勝争いを制して、14勝7敗を記録し、2年連続の最多勝と、自身初の最多奪三振を獲得。また8月には、シドニーオリンピック野球日本代表に選ばれ、9月17日のアメリカ戦に先発。10回2失点と好投するも、チームは延長13回サヨナラ負け。週5日で先発した韓国戦では、161球を投じて9回を失点とするも、チームは延長の末に敗れたよ。中3日で再び韓国と対戦した3位決定戦では、0対0の投手戦が続いたが、8回にイスンヨプにタイムリーを打たれ、3失点完投負け。シーズンオフにはベストナインと、ゴールデングラブも受賞したよ。2001年シーズンは15勝15敗を記録し、3年連続最多勝を獲得。新人からの3年連続最多勝は高卒新人では史上初。さらに最多奪三振も獲得し、ベストナインとゴールデングラブも受賞。また沢村賞を受賞したよ。2002年は開幕から6連勝を記録したが、5月13日の近鉄戦で、右肘を痛め長期離脱。シーズンは14試合に出場し6勝2敗にとどまるよ。日本シリーズでは第1戦に先発、第4戦にリリーフで登板したが、いずれも敗戦投手となったよ。2003年シーズンは自己最多タイの16勝7敗を記録し、最多奪三振と、初の最優秀防御率のタイトルも獲得し、ゴールデングラブも受賞したよ。
アテネオリンピックのアジア予選では、11月6日のチャイニーズ台北戦に先発し、7回無失点の好投で勝利。オリンピック出場をほぼ決定づけ、大会の最優秀投手にも選ばれたよ。2004年は、7月10日のオールスター第1戦で、2番手として登板し、2イニングを無安打無失点で4奪三振と好投。また自己最速タイとなる156キロも記録し、この試合の MVP に輝いたよ。アテネオリンピック日本代表に選ばれ、8月17日のキューバ戦に先発。8回まで無失点に抑えるも9回3失点。ただ石井のリリーフで逃げ切り、松坂はオリンピックでの初勝利を手にしたよ。準決勝のオーストラリア戦では、8回途中まで1失点の好投も、0対1で惜敗。チームは翌日、カナダとの3位決定戦に勝利したため、銅メダルを獲得。シーズンでは、オリンピックでチームを離れたこともあり、10勝6敗の成績ではあったが、最優秀防御率のタイトルを獲得し、ゴールデングラブも受賞。11月11日の日米野球では、第6戦に先発し、1失点完投勝利。MLB 選抜チーム相手の完投勝利は、51年ぶり史上2人目の記録だったよ。2005年シーズンは、5月18日の阪神との交流戦で、プロ野球選手として、阪神甲子園球場で初登板。高校時代には同球場で本塁打例だったが、檜山に先制の2点本塁打を打たれ、試合も2対3で敗れるよ。シーズンは14勝13敗を記録し、最多奪三振とゴールデングラブも受賞したよ。2006年は、開幕前の3月に開催された第1回 WBC の日本代表に選出。3月20日のキューバとの決勝戦では、試合前に首を痛めながらも、4回1失点に抑え、先発した全ての試合で勝利投手になったよ。結果的に、大会最多となる3勝、防御率 1.38 という成績が高く評価され、大会の MVP に選ばれたよ。シーズンでは6月9日の阪神戦で、1失点完投勝利を収め、甲子園でのプロ初勝利を記録し、自ら本塁打も打ったよ。また、6月16日の横浜戦で、ドラフト制度導入後最速の100勝を達成。この年は25試合に出場し、17勝5敗を記録し、ゴールデングラブを受賞しているよ。オフにはポスティングシステムの行使が容認され、メッツやヤンキース、レンジャーズも、入札に参加したことが報じられたよ。そして同年11月15日に、レッドソックスが、独占交渉権を獲得したことが発表され、その後、代理人とレッドソックス側の契約交渉が難航したが、12月14日に、総額5200万ドルの6年契約を結ぶよ。2007年4月5日のロイヤルズ戦で、メジャー初先発、7回を1失点10奪三振の好投で、メジャー初勝利を挙げ、本拠地での初登板となった、11日のマリナーズ戦では、イチローとメジャー初対戦し、4打数無安打に抑えたよ。27日のヤンキース戦では松井と初対戦し、2打数無安打に抑えたよ。5月14日のタイガース戦では、9回を6安打1失点の投球で、メジャー初完投勝利を挙げ、19日のブレイブス戦まで5連勝を記録し、週間 MVP を受賞。8月4日のマリナーズ戦で、日米通算1500奪三振を達成。シーズン最後の登板となった、9月28日のツインズ戦で、日本人選手史上初、メジャー史上5人目となる、メジャー1年目での15勝と200奪三振に到達し、チームも12年ぶりの地区優勝を決めたよ。シーズンは32試合に出場し、15勝12敗を記録。ロッキーズとのワールドシリーズ第3戦で、日本人史上初となる先発を果たし、5回3分の1を2失点。打席でもメジャー移籍後初安打となる2点敵地安打を記録し、日本人初のワールドシリーズ勝利投手となるよ。チームは翌日の第4戦にも勝利し、ワールドシリーズ優勝を果たしたよ。2008年は東京ドームで行われた、3月25日のアスレチックスとの日本開幕戦に登板。日本人の開幕投手は野茂以来2人目だったよ。本国開幕戦となった4月1日のアスレチックス戦で初勝利、5月まで黒星なしの開幕から8連勝を記録するが、5月27日に右肩回旋筋腱板の張りを訴え、故障者リスト入り。6月21日に復帰し、前半戦は10勝1敗、防御率 2.65、9月15日のレイズ戦で、日本人シーズン最多勝となる17勝目を挙げ、21日のブルージェイズ戦で18勝目、チームも2年連続での、ポストシーズン進出を果たしたよ。レイズとの、リーグチャンピオンシップ第1戦では、7回を無失点の好投で勝利投手となったよ。しかしチームは第7戦で敗れて、リーグ優勝を逃したよ。2009年開幕前の3月に開催された、第2回 WBC の日本代表に選出され、3月22日の準決勝のアメリカ戦では、4回3分の2を2失点で3勝目を挙げ、チームは翌日の決勝で韓国を破り優勝を決め、最多勝の松坂が2大会連続で、最優秀選手に選ばれたよ。シーズンでは、開幕後2試合連続で打ち込まれ、右肩の疲労を理由に、4月15日に故障者リスト入り。復帰後は6月2日のタイガース戦で、初勝利を挙げるよ。
19日のブレイブス戦では川上と投げ合うが、4回を6失点で黒星を喫し、その後も打ち込まれ、21日に再び故障者リスト入り。9月に復帰して以降は3勝1敗、防御率 2.22 と復調したものの、シーズンを通しては4勝6敗、防御率 5.76、プロ入り以降最も低い成績に終わったよ。チームは3年連続でのポストシーズンに進出したが、ポストシーズンでは登板はなかったよ。2010年は、スプリングトレーニング前から背中の張り、スプリングトレーニング中も首の張りを訴えて、開幕は故障者リスト入りして迎えるよ。5月1日のオリオールズ戦で復帰。5月6日のエンゼルス戦で、初勝利を挙げるが5失点を喫し、その次に先発したブルージェイズ戦では、7回3安打1失点と好投。6月7日のインディアンス戦で、日本プロ野球にリーグ制以降最速となる日米通算150勝を達成。しかし12日に右前腕部の張りを訴えて、再び故障者リスト入り。6月24日のロッキーズ戦で復帰し、5回を5安打2失点の投球を見せ、打席でもメジャー初打点を記録するが、救援陣が打ち込まれ白星はつかなかったよ。8月15日のレンジャーズ戦ではロジャー・クレメンスに次ぐ、球団史上2番目の速さで通算500奪三振に到達。最終的に、25試合に出場し、9勝6敗と2年連続で規定投球回数に到達、1桁勝利に終わったよ。2011年の4月18日のブルージェイズ戦で、7回無失点の投球で初勝利。5月4日のエンゼルス戦では、延長13回に8番手としてメジャー初となる、リリーフ登板。しかし4月末から右肘に張りが生じ、5月17日に故障者リスト入りし、6月10日にトミー・ジョン手術を受けたよ。2012年6月9日のナショナルズ戦で、メジャー復帰。5回を4失点で黒星を喫し、その後7月3日には、右僧帽筋を痛め故障者リスト入り。8月27日に復帰しロイヤルズ戦に先発。7回を1失点の投球で、日本人史上4人目の、メジャー通算50勝目となる復帰後初勝利を挙げるよ。シーズン最終登板となった、10月3日のヤンキース戦では黒田と投げ合うも、2回3分の1を投げ、5失点の投球で7敗目を喫し、シーズンを終え、10月29日に FA となったよ。そして2013年2月13日に、インディアンスとマイナー契約を結んだことが発表され、背番号は、西武入団時からつけていた18に変わり、20となったよ。3月18日に開幕マイナーを通告され、開幕から5試合に先発するが、4月28日に左脇腹を痛め、故障者リスト入り。6月に復帰するも思うような成績を残すことができず、8月20日に契約解除を申し出て、自由契約となったよ。2013年8月22日に、メッツとメジャー契約を結び、背番号は16になったよ。同月23日のタイガース戦に先発したが、5回5失点で黒星を喫するよ。その後9月15日のマーリンズ戦で、7回1失点の投球で初勝利。シーズンは7試合に出場し3勝3敗、防御率 4.42 を記録。そして10月31日に FA となったよ。2014年1月24日に、メッツとマイナー契約で再契約し、4月16日に成績不振であった選手と入れ替わる形で、メッツとメジャー契約。メッツではリリーフとして起用され、20日のブレイブス戦では、延長11回から登板し3回を投げ、日米通算2000奪三振に到達。リリーフとしては25試合の登板で、1勝0敗1セーブ、防御率 3.44。そしてシーズン終了後 FA となるよ。2014年12月4日に、3年12億円の大型契約で、ソフトバンク入団が発表されたよ。背番号は新垣の移籍によって、秋番となった18になったよ。2015年3月17日のオープン戦登板後、右肩の筋肉の疲労などで離脱し、8月18日に内視鏡下による、右肩関節芯及び腱板クリーニング術、ベネット骨極切除術、後方関節法乖離術を受けたよ。2016年10月2日、シーズン最終戦となった楽天イーグルス戦で、約10年ぶりの1軍マウンドに上がったが、元チームメイトの松井に、初球から四球を与えるなど1回で被安打3、よし四球4、冒頭1の5失点と炎上し、翌日1軍登録を抹消されたよ。2017年オープン戦の広島戦で、7回無安打無失点の投球を見せ、4月15日のオリックス戦で、初先発の予定だったが右肩の異変で急遽回避。以後2軍でも実戦登板はなく、リハビリ生活となり、11月5日に、ソフトバンクを退団することが発表され、3年間での1軍登板は2016年の1試合のみだったよ。2017年12月21日に、中日が入団テストを行うことを発表し、2018年1月23日に完全非公開でのテストが行われ、即日合格。背番号は99となったよ。4月30日の横浜戦で、6回を1失点に抑え、日本では4241日ぶりの勝利投手となったよ。5月20日の阪神戦では、6回1失点で2勝目、また打席でも、3打数2安打の打撃が、プロ20年目で初マルチ安打などと報じられたそうだよ。
シーズンは11試合に出場し、6勝4敗を記録し、カムバック賞を受賞。また鈴木と背番号を交換する形で、背番号を18に変更したよ。2019年は、春季キャンプで右肩を故障し、前半戦を2軍で過ごし、1軍では2試合の登板にとどまり、10月5日に退団する方針が発表され、12月2日に自由契約公示されたよ。2019年12月3日、古巣の西武から獲得が発表され、背番号は16に決まったよ。2020年は、6月7日に中日との練習試合に登板して、1回を無失点に抑えたが、最終的に開幕1軍メンバーから外れ、7月5日に、首の痛みと右手の痺れ対策のため、脊椎内視鏡頸椎手術を受けたと発表。この年は一度も試合に出場しなかったよ。2021年も、右手の痺れの影響から1軍、2軍とも実戦登板がないまま、7月7日に今季限りでの現役引退を発表。10月19日の日本ハム戦で行う引退試合で、背番号18を着用して登板することが決定し、10月14日付で背番号の変更が公示されたよ。試合では先発登板し、横浜高校の後輩の近藤に対して5球投げ、四球を与えてマウンドを降りたよ。引退後の2022年からは、テレビ朝日野球解説者と、スポーツ日本の野球評論家を務めるよ。テレビ朝日には、報道ステーションの、スポーツコーナーのキャスターとして、同年2月1日放送分から出演したよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、怪我によって野球人生の後半を失いながらも、最後まで泥臭くやり抜いた、そう感じたね。高校の時から話題を集め、プロに行ってもその実力を遺憾なく発揮した、まさに平成の怪物にふさわしい活躍。メジャーでも2年ほど成績を残すも、日本代表に選ばれた WBC 以降成績が徐々に落ちていく。その後は何度も怪我に見舞われ、様々な球団を渡り歩く。プロ野球に復帰した後、1軍の試合にすら登板できずにファンから批判噴出。それでも中日ではカムバック賞を受賞し、復活を期待された。ただ、ボロボロになっていく体には抗えず、最後は球速が118キロと全盛期からかけ離れる。怪我がなければどこまで成績を残していたのか、そう想像してしまう選手の一人だと思うね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。